はい、こんにちは、ちずちゃです。今回は私がソロで火力を出したい時に使用する狩猟笛装備をご紹介し、スキルを解説した後、実践もご覧いただきたいと思います。狩猟笛の基本講座も投稿しています。初めて狩猟笛を使うという方は、ぜひこちらもご覧ください。装備ご紹介します。武器はどなたでも簡単に扱える狩猟笛の代表、百竜笛如意自在です。とりあえず狩猟笛を始めようという方は、この狩猟笛1本作っておけば間違いはありません。この狩猟笛のいいところは、攻撃力と切れ味の基本性能が高い上に、攻撃力&会心率アップの戦率が非常に強力で維持しやすいというところです。お手軽さと優秀さを兼ね備えた狩猟笛なんですよね。他にも強力な狩猟笛はあるんですが、基本的にこれ1本でどこへでも担いでいきます。以前ご紹介しました同じ狩猟笛の汎用装備と比べ、衝撃波はもちろん真打ちの初撃ダメージ期待値が大きく上がっております。ただしこの火力を出すためには制約がありますので、スキル紹介の時に詳しく解説します。おすすめの百竜強化は、切れ味変更1型、無属性攻撃強化、戦律変更攻撃2です。防具はバルファルク一式です。以前共有しました防具に比べても防御力がかなり高くなっています。ただし属性に関しては流体性以外はマイナスです。スキルです。元の会心率が 0%、 戦率で 20%、 弱点特攻で肉質45以上の部位に 50% なので 70% の確率で会心攻撃が発生し、与えるダメージが 1.25 倍になります。ただし実は衝撃波は固定ダメージなので会心攻撃が発生しません。常に 0% です。なので演奏攻撃の2撃目や真打ちの2撃目のダメージは衝撃波に当たるので、この衝撃波に関しては弱点特攻とは無関係です。会心攻撃は演奏攻撃の1撃目や真打ちの1撃目、 A や X、AX で繰り出される通常攻撃で発生します。会心攻撃が衝撃波に乗らないとはいえ 1.25 倍は大きいので、なるべく弱点を狙うように意識して立ち回るとダメージを稼ぎやすくなります。通常攻撃にしか乗らない会心率に対し、攻撃力アップに関しては通常の攻撃に加え衝撃波にも乗ってきます。なのでスキルの攻撃に関しては狩猟笛の必須スキルと言ってもいいんじゃないかなと私は思ってます。本当はレベル7欲しいとこなんですが、最低限レベル4あればかなりの底上げになります。そして今回の装備の主役、龍気活性レベル5。こちらはヒットポイントが 80% 以下の時に全ての属性耐性が50になり、攻撃力が 1.1 倍になるというスキルです。ただし特殊な竜やられ状態になってしまい、竜属性以外の属性攻撃力が0になります。とはいえこの狩猟笛は無属性なので影響はありません。属性耐性が50あると属性ダメージが半分ぐらいになりますし、攻撃力も 1.1 倍上がるので狩猟笛にとってはかなり有用なスキルです。ただヒットポイント80以下を維持する必要があるので、基本的にソロでしか使えません。マルチだと生命の粉塵を巻いてくれる方が多く維持が難しい上に、防御力が高く属性耐性が上がるとはいえヒットポイント80以下だと力尽きる可能性が大いにあるからです。マルチの時は以前共有しました汎用狩猟笛をおすすめします。支柱に勝つレベル3。こちらは状態異常時に攻撃力が20上がります。この状態異常というのは龍気活性発動時になる特殊な竜属性やられでも発動するので、体力が 80% 以下の場合は攻撃力がさらに底上げできます。逆恨みレベル3。体力ゲージに赤があるとき攻撃力が15上がります。モンスターの攻撃を受けた後などに赤ゲージが発生します。切れ味は匠レベル3で白を30出しています。ただこの30だとちょっと足りないので砥石高速化レベル3を採用し戦闘中にケアしています。ちなみに衝撃波では切れ味が減らないので、思ってるよりは切れ味は減りません。回避距離レベル1。本作の狩猟笛は自分強化の戦率をかけても過去作ほどは速く走れないので、回避距離があると移動や位置避けが楽になるのでおすすめです。笛吹き名人はレベル1スロットで衝撃波のダメージが 1.1 倍になるのでつけ得です。ソロを想定しているのでひるみ軽減は採用しておりません。装飾品です。
5石は攻撃レベル2、レベル3スロット、レベル1スロットを採用しています。持ってないよって方はレベル3スロットが1つさえ空いていれば攻撃を落として同じように組むことができるので、お手持ちの5石と相談してください。入れ替え技です。お好みなんですが、スタンダードはこんな感じになってます。食べるお団子は慶応術、短期催眠術、ど根性にしています。慶応術はスタンが取りやすくなるので採用しています。短期催眠術はクエスト開始後10分間攻撃力と防御力が上がるので食べ得です。体力 80% 以下で立ち回ることが前提なので、事故ってしまった場合のことを考えど根性を採用しています。それでは実践です。空中攻撃からのスライドビート。この装備の使い方としましては、モンスターの攻撃の中であまりダメージを受けない攻撃を選んで攻撃を受けつつ立ち回ることです。サマーソルトもね、毒がもらえるんで赤ゲージが維持しやすくなっておすすめです。よし、これで龍気活性、支柱にかつ逆恨みが発動しています。龍気活性消えちゃった。体力 80% 以下っていうのがね、なかなか難しいんですよね。攻撃を受けたい。今のサマーソルト受ければよかった。毒になるとね、赤ゲージの維持がしやすくなるんで、逆恨みもめちゃめちゃ発動するんですよ。よいしょ。総流。このエリアは壁と壁がめっちゃ近いんで結構好きです。はい、オッケー。こうやってダウンを取ってる時にきっちりね、龍気活性とか発動すればいいんですけど、よいしょ。近くにいるだけでヒットポイントが徐々に減っていくテオテスカトルとか、あとは泥でヒットポイントを削ってくるオロミドロとかだと結構維持がしやすくなってます。どっかでダメージ食らっちゃいますね。よいしょ。立ち回りとしては少し難しめではあるんですが、その分火力がめちゃくちゃ出るので、狩猟に慣れてきて刺激が欲しいハンターさんは楽しく使える装備だと思っております。私もソロだと最近こればっかりです。ただね、切れ味の維持がね、なかなか難しいんですよ。いい5石があればもうちょっと頑張れるんですが、ちょっと足りないです。私は気にならないんですけど、切れ味が気になるっていう方は攻撃のスキルを落としていただいて、技物とか匠を盛るっていうのも全然ありです。今の避けるべきじゃなかったよいしょ。はい、こうやってスライドビートをした時とかでもうまくモンスターの攻撃を受け流した時は赤ゲージが出てくれるんで、よいしょ。はい、発動がさせやすくなってます。よいしょ。いやー、いいダメージだな。ほい、切れ味がなくなりました。尻尾攻撃受けまーす。かけり虫受け身。こうやってすぐにかけり虫受け身で戻ってこれる攻撃を選んで逆恨みを発動させてみたいな感じで立ち回るとめちゃめちゃ楽しいんですよね。決して簡単とかではないんですけど、狩猟に結構張りを出すことができるんです。弱りが見える。お疲れ様です。こんな感じで楽しく立ち回ることができます。最近狩猟に慣れてきて張りがないなっていう方はぜひ試してみてください。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンスターハンターライズの動画も投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。